大変なのだ。医療用手袋の申請受付が5月18日から始まるのだ。いきなり備蓄が動く話ね。現場が困っているなら急がないとまずいわ。しかも5000万枚って数、想像しにくいじゃん。箱の山が見えるよ。中東情勢の影響で歯科クリニックみたいな現場でも必要な分を集めにくくなったのだ。そういうところで止まると本当に困るのよ。手袋は地味でも必需品だもの。MIS って名前。初見だとなんそれってなるよね。医療機関向けの申請システムだよ。そこから申し込んで5月下旬に順番に届く仕組みなのだ。通販大手が配送を担うのも量が多いからなのかしら。1セット1000枚で税込み5980円なのだ。必要量に応じて買えるセット数が決まるのだ。1000枚って学校のプリント束みたいな感じだね。使う現場は一気に減るんだろうな。5億枚近くある備蓄のうち今回は5000万枚でしょ。まずは1割ちょっとを出す計算ね。足りなければ追加で放出する方針なのだ。状況を見ながら増やせるのは助かるのだ。みんななら急に足りないって言われたらどう動くじゃん。ほんとね。数があるから安心じゃなくて届く速さも大事なのが厄介だわ。僕も在庫が尽きる前に補充したくなる気持ちはわかるのだ。アーシも欲しいものがなくなる前に抑えたいタイプだし気持ちわかるじゃん。では次は宇宙の方がずっと先まで見ている話に行きましょうか。続いては宇宙ステーションの次の時代の話なのだ。宇宙の会社で日本法人ってちょっとワクワクするじゃん。若田光一さんが代表なのでかなり強い顔ぶれだわ。アクシオムスペースというアメリカの企業が今年7月に日本法人を作るのだ。その会社が国際宇宙ステーションの後継機を狙ってるってことだよね。2030年に国際宇宙ステーションが終わるから次の受け皿を民間が担う流れなので NASA は開発も運用も民間に任せる方針を示しているのだ。継承、サクセッションって感じじゃん。宇宙でも世代交代するんだね。妙に決まっているけれど言っている中身はその通りね。この企業は2030年にも自社の宇宙ステーションに4人を常駐させる計画なのだ。4人って思ったより少人数なんだ。一つの部屋みたいな密度じゃん。そのうち1人に日本人を起用するか検討していて若田さんも候補の1人だそうよ。若田さんは日本人最多の5回の宇宙飛行を経験していて船長も務めたのだ。一昨年 JAXA を退職して今はこの企業の最高技術責任者を務めてきたよね。役割がつながってるじゃん。日本が ISS で育てた技術や人材を次の場所に持ち込むつもりなのね。宇宙の仕事って打ち上げだけじゃなくその後の運用まで長いのだ。宇宙飛行士ってもう一回普通に会社の顔にもなるんだね。すごいよね。それで日本法人の代表まで務めるなら国内の動きも見逃せないわ。日本が次の宇宙の場でどこまで関われるか楽しみなのだ。最後はクマの生息実態を確かめる調査なのだ。関東山地って東京や埼玉や山梨にまたがる一帯よね。首都圏のすぐ近くなのが少し怖いわ。1200頭以上いるとされてるならかなり大きな話じゃん。ただこれまで自治体ごとに調べ方が違って正確な数までは分かっていなかったのだ。そこで広い範囲をまとめてみるわけね。バラバラだと全体像がつかみにくいもの。ケア、トラック調査って何をするの？クマの毛を集めて個体や密度を推定する調査なのだ。100回ゆえん上でやるらしいのだ。毛の特徴を手がかりにする感じかしら。かなり本格的ね。さらにメス20頭には GPS の発信機付き首輪をつけるのだ。首輪までつけるってかなり本格的だね。動き方まで終えるじゃん。2年間かけてデータを集めるなら季節ごとの出方まで見えてきそうよ。事故が起きる前にどこにどれだけいるかを知っておく狙いなのだ。学校でもいきなり本番じゃなくて練習の動きを見ておくと対策しやすいもんで。広域で管理できれば自治体の境目で話が止まらなくなるわ。みんなも山に入る前は地元の注意情報を見ておくのだ。ハイキングに行く人は事前チェックをしておくと安心だよね。会いに行く相手ではないから近づかない判断が一番大切ね。状況を知って
落ち着いて備えるのが一番なのだ。最後に一つ、今回の中東ニュースにちなんだ小話なのだ。また何を思いついたのかしら。日本とイランの公式な外交関係は1926年に始まったのだ。そんな昔からつながってたんだ。第二次世界大戦中を除けば割と友好的で戦略的な関係を保ってきたのだ。遠い国同士でも長く続くのは面白いわね。もっと昔だと736年にペルシャ人が日本を訪れた記録もあるのだ。シルクロード経由でルリハイやハクルリワンみたいな品も伝わったのだ。歴史のスケールがでかいじゃん。へえ、そんな文化の行き来があったなら今のニュースにも少し重みが出るわね。今日は備蓄も宇宙もクマもどれも先を見て動いていたのだ。気に入ったなら高評価を押してくれると嬉しいわ。概要欄にリンクもあるから、気になった記事はそこから見返してみてね。それじゃあまた次回なのだ。